ブリオ、食事だよ。ありがとう。毎日すまないね。今朝はミラの声が聞こえないな。あ、毎朝外で稽古してるもので、今日はお休みかな。ふふ、ほんと可愛い子だよね。ブリオにとっては孫だし、ひとしおだね。未来の巫女様か。ブリオ、ねえ、千鳥。僕らは間違えたのかな。そんなことないよ。ミラ、少しお話ししてもいいかしら。今日からゾロがあなたの身の回りの世話をすることになったわ。先生が格闘の稽古だけじゃなくてずっと一緒にいてくれるの？ミラ、よく聞いて。ゾロは将来あなたの夫になります。公式な婚約者としてあなたのそばに置くことに決めたの。翻訳？ゾロ先生と？そうよ。これから先困ったことや何か相談があるときはまずゾロに話しなさい。彼はあなたの半身として一生あなたを守り抜くと誓ってくれたわ。私、先生と結婚するの？そうよ。やっぱり嫌かしら。よくわかんないけど、先生って呼んでたからなんか変な感じかも。でも先生なら強いしかっこいいから私いいと思う。久しぶりに帰ってきたと思ったら、あんた相変わらずチビね。ちゃんと食べてんのご。ライラこそ相変わらずアホ面をさらしてるね。脳みそまで筋肉になったんじゃない？なんですって、このもやしっこが。なんだよ、やるのか？僕の最新ガジェットの必見台にしてやろうか。はい、そこまで。やめなさい。久しぶりに家族が揃ったんだ。仲良く食事をしようじゃないか。だってお父さん、こいつ子供の時からお母さんの言いつけ守らないでさ。部屋に引きこもって徹夜ばっかりしてるから、20になってもあんなちびがりなんでしょ。バズ、あんた少しは太陽の光を浴びなさいよ。太陽の下でバカみたいに走り回ってるライラに言われたくないね。本も読まないくせにそんなんだからアホ面になって男にもモテないんじゃないの？私はキャラバン隊の隊長としてバリバリ働いてるんです。遊んでるわけじゃないわよ。ダサい獣を守るのがどれだけ大変か、あんたにはわからないでしょうね。そのキャラバンの安全を確保しているのは誰が発明した武器のおかげだと思ってるんだい？少しは僕の頭脳に敬意を払ってほしいね。武器は使う人間がいてこそでしょ。ほんと口だけは減らないわね。もう、せっかくの家族団らんなのに、あんたたちと来たら。ははは。ところでライラ、休暇はいつまでだい？まだしばらくは家でゆっくりできるのかい？次の出発は1週間後だから。他の隊員もそれぞれ実家に帰ってるし、しばらくはのんびりできるよ。本当？じゃあ、せっかくだから、みんなでどこか出かけない？いいよ、お母さん。どこか行きたいところでもあるのご。私ね、海が見たいんだ。海が見たいのかい？あなたがよく話してくれたでしょ。どこまでも青くて大きな水が広がってるって。ずいぶん古い話を覚えているんだね。だって私まだ海を見たことがないもの。一生に一度は見てみたいわ。海か、いいね。よし、行こうか。私がキャラバンの馬車を1台回してもらえるよう手配してくるよ。本当？嬉しい。家族旅行なんて初めてだね。じゃあ気をつけていってらっしゃい。ちょっと、何言ってんのよ。あんたも来るのよ。僕にそんな暇あるわけないだろ。研究所に溜まってるデータが山ほど。まず、お母さんが行くって言ったら行くのよ。わかったよ。行けばいいんだろ。行けば。そうか、ようやく決めたか。おめでとおい、
ありがとな。式は日程の調整とか色々あるからまだ先だけど、住まいは城内になると思う。騎士団廟に俺の部屋はあるけど、オートの方が便利だから。お兄ちゃん、一人で大丈夫？掃除とかご飯とか、私がいないと適当になっちゃうでしょ。心配しなくていい。まあ、城内ならいつでも会えるしさ。一人暮らしが退屈なら、お前も城に住めばいいんだ。ゾロ、お前なら陛下も歓迎するだろう。いや、俺はすでに住まいを移した。え？どこに？公表前だが、巫女様より許可は出ている。二人には話しておくよ。ミラト、結婚？お前、正気か？まだ婚約だ。婚姻自体は皆様が成人されてからになる。だって、皆様ってまだ10歳じゃん。おいゾロ、それはさすがに犯罪だろ。騎士団長として見過ごすわけにはいかねえぞ。人聞きの悪いことを言うな。断じてそのような意図はない。それは分かってるけど。でも、お前、本当にいいのか？お前の人生なんだぞ。巫女様のご命令だ。いいも悪いもない。だからって、巫女様も何考えてんだよ。イルゴ、巫女様が気まぐれや思いつきでこんなことをご命令になると思うか？お前がアニマツリーとリンクできたからか。俺は俺の役割の中で生きる。アニマツリーに力をもらった時にそう決めていたしな。お兄ちゃん、イルゴ、サロ、幸せにな。やっぱり何も聞こえない。はあ、困ったな。セアラ、聞いて聞いて。ミラちゃん、どうしたの？あのね、お母様から言われたの。私、ソロ先生と結婚するんだって。そうなの？格闘の先生と？そう、それでね、私考えたんだけど、セアラは私のお兄ちゃんでしょ？そうだね。昨日、レグアおじさまからそのことを聞いて、まだ頭の中がふわふわしてるけど。っていうことはさ、私とゾロ先生が結婚したら、セアラは先生のお兄ちゃんになるってことよ。先生より年下なのに、これってすっごくない？あはは、そうなるのかな？なんだかすごく変な感じ。ね、私ずっと一人っ子だったから兄弟のいる友達が羨ましかったんだけど、お兄ちゃんはできるし旦那様はできるし、一気に家族が増えたみたいでなんだか楽しくなっちゃった。そっか、ミラちゃんがそう言ってくれるなら私も嬉しいな。お兄ちゃんかなら私もっとしっかりしなきゃ。ミラちゃんを守れるくらい強く。無理に頑張らなくていいよ。セアラはそのまま優しくて可愛いお兄ちゃんでいてよ。でも心配しないで。私が世界最強の妹になってお兄ちゃんのことも先生のことも全部守ってあげるからさ。ありがとう。ミラちゃんだ妹なら本当に100人力だね。おや、イルゴ、陛下から話は聞いているよ。結婚、おめでとう。ありがとう、アニユル。どうしたんだい？幸せの絶頂のはずなのに、浮かない顔だね。ゾロのことだけどさ、あいつの婚約の話、聞いたよ。ああ、そのことか。確かに驚いたが、巫女様がお決めになったことだ。
陛下も反対はなさらなかったよ。俺はいまいち納得できねえんだ。あいつ、自分の感情なんて二の次で、ただ役割だって受け入れてる。あんなの、生きてるって言えるのかよ。決闘が、そんなに大事か。アニマ様の声は、どうせ他の連中には聞こえないんだ。最悪、聞こえてるふりすりゃいいじゃねえか。人生を棒に振って、誰かを犠牲にしてまで、そんなに、守らなきゃいけないものなのかよ。そうだよ。守らなきゃいけないんだ。どんな犠牲を払ってでもね。兄上。お前には感じられないか。まあ、無理もない。何言って。イルゴ、覚えておくんだ。お前が手に入れたその、ありふれた幸せは、陛下や、僕や、ゾロ、何よりも、兄の犠牲の上に成り立っているんだよ。二度と、その特等席から、知ったような口を聞かないように、いいね。兄上。これが、海。本当に、本当に、全部お水なのね。潮の香りだ。ああ、懐かしい匂いだ。どうお母さん。キャラバンでいろんな景色を見てきたけど、やっぱり海だけは別格だね。広いなんて言葉じゃ足りないくらいだよ。すごい。ね。なんでこんなに青いの？空の色が映っているの？それとも、魔法？太陽光が海水に入射すると、波長の長い赤色の光から順に吸収されていくんだ。最終的に散乱して僕たちの目に届くのは、波長の短い青い光だけ。だから青く見える、ただの物理現象だよ。あんた、他にこう、もっとロマンのある言い方できないのご？なんだよ、事実だろ。適当な空想で現実を塗りつぶすのは、科学者として容認できないね。また、上がった。以前、一致率の下げ方を聞いていましたが、過去に一度だけ、一時的にこの数値が下降に転じた事例が存在します。そうなの。どうやったの？ゾロをアニマツリーとリンクさせた時です。試してみますか？すぐ近くに適合の可能性を持つ候補者がいますよ。誰？セアラ。あとほんの少しだけ引き上げてあげれば、リンクは可能です。失敗したら死ぬの？はい、脳組織の完全な損壊を招きます。成功の確率はどれくらいあるの？ 1% 未満、極めて非効率的な賭けです。1% 未満。おばさま、あなたはそれをゾロに？無理よ、そんなことできない。メインシステムコードを確認。フェーズ以降のシグナルを受信。まさか。待って。兄、残念ですが、選択の余地は消失しました。いよいよ始まるようです。本当に、来てよかったね。一生の思い出だわ。ああ、こうして家族4人で、この景色を見られた。それだけで、ここに来た価値はあるね。そろそろ風が引いてきたね。戻った方がいいかも。ちょっと、バズ、ぼーっとしてないで、あんたも荷物片付けてよ。なんだ、あれ。
どい。ライラ、バズを連れて逃げろ。早く。ライラ乗れよ。間に合わない。ここにいたら全員死ぬ。